皆さんこんにちは。レジン大好き、小闇です。今日はポケモンブイズのヘアアクセサリーを作ります。面倒なプラ板は不要。お好きなシリコンモールドを使って作ることができます。絵を描くのが苦手というあなたでも簡単に作ることができるので、ぜひ最後までご覧ください。それでは始まります。まずはお好きなシリコンモールドを用意してください。こちらのシリコンモールド、楽天ルームの方に商品リンク貼っておきます。今回はこちらの一番大きなハートを使います。こちらのサークルやオーバル、スクエアのモールドを使ってももちろん構いません。こちらの3つは100円ショップダイソーで購入することができます。まずはモールドの高さの4分の3まで透明のレジン液を流し入れます。気泡を処理しましょう。気泡を処理することができたら、モールドを傾けて全面にレジン液を伸ばし広げてからレジンライトを照射してレジンを固めます。固めることができました。しっかりと固まっていることを確認してから、もう一度レジン液を入れて、全面にそっと伸ばし広げます。この時に勢いをつけてぐっとレジン液を動かすと気泡が発生するので気をつけてください。レジンを扱うときは優しく優しくが基本です。全面にレジン液を伸ばし広げることができました。そうしましたら、こちらブイズのポケモンシールを封入します。シールを台紙から剥がすときはピンセットを使いましょう。レジン液の中にシールを封入します。で、この時レジンに対して水平にシールを封入するのではなくて、少し斜めに封入しましょう。シールの上にレジン液をかぶせます。シールを封入するときはひっくり返して斜めに封入します。ハートの中心に配置することができたらレジンライトで固めます。固めることができました。もう一度透明のレジン液を重ねます。モールドの縁いっぱいまで透明のレジン液を流し入れました。そうしましたら、こちらドライフラワーを封入していきます。こちらのドライフラワーはキャンドゥで購入しました。こちらのレースフラワー、花の部分を引きちぎってレジンの中に封入します。
それぞれのイメージカラーのレースフラワーを封入することができたら、レジンライトで固めます。固めることができたら、モールドからレジンを取り外します。ブラッキーとエーフィーの土台が出来上がりました。他のブイズたちも同じ手順で作っていきます。すべてのブイズを作ることができました。こちらの台にブラッキーをひっくり返して固定します。ダイソーのジェルネイルホワイトで背景を作ります。こちらの背景はジェルネイルでなくても作ることができます。例えばアクリル絵の具やマニキュア、それからレジンで背景を作ることもできます。一度塗りでこのくらいの濃さになりました。3度塗りして背景が透けないようにします。3度塗りしてきました。ひっくり返すとこんな感じになります。透け感がなくなったので、透明のレジン液を重ねてヘアゴムにするための金具をのせます。真ん中よりやや上に金具を設置してレジンライトで固めて固定します。固めることができました。しっかりとね、金具がくっついていることを確認してから、こちらのブラッキーちゃんコーティングしていきます。全面コーティングすることができたらレジンライトで固めます。他の子もコーティングしていきます。コーティングをするとこのようにツヤが出ます。コーティングすることができました。ヘアゴムをつけたものがこちらになります。裏側はね、こんな感じ。ちょっとね、工夫して結び目が目立たないように輪ゴムをつなげました。輪ゴムを通す前がこちら、通した後がこちら。むちゃくちゃ可愛くできたね。他の子たちもね、もちろんね、ヘアゴムに加工済みです。こちらがブラッキー、グレイシア、ブースター、シャワーズ、ニンフィア、エーフィー、サンダース、リーフィア、そしてこちらが EV になります。
私は今回ヘアゴムに加工しましたが、キーホルダーに加工することももちろんできます。シールを使うことで絵を描くのが苦手という方でも簡単に作ることができます。もったいなくて大切にしまっておいたシール、ぜひレジンで加工して活用してください。